皆さんこんにちは、さくらんです。2024年11月22日、随記から任天堂ライセンス商品の新型コントローラー、エボトップが発売されました。エボトップという名前は、エボリューション、トップ、つまり進化の頂点を意味しているそうです。その名の通り、これまでにない多彩な機能が搭載され、プレイヤーに最高峰の体験を届けてくれるコントローラーとのことです。楽しみですね。早速開封してレビューしていきましょう。外箱はこんな感じです。かなり大きめの箱でずっしりとした重さがあり、重厚感がすごいです。さすが34,430円のコントローラーですね。こちらには任天堂ライセンス商品と記載されてますね。オープン！蓋の裏にはクイックガイドと保証書が入っています。こちらはキャリングケース。ケース付きは嬉しい。こちらがエボトップです。高級感がすごい。こちらには形状と高さの違うスティックの交換キャップが2種類入っています。こちらは背面パドル。形状違いが2種類入っています。こちらは十字ボタンの交換キャップですね。付属品がたくさんあるね。こちらは充電ドックです。シンプルな形状ですね。こちらは USB Type A to C ケーブル。鮮やかなカラーです。そしてこちらはUWB ドングルです。内容物はこんな感じです。まずは早速ディスプレイをチェックしてみましょう。コントローラーの上部にあるパワーモードスイッチをオンに合わせると、ディスプレイに初期設定が表示され、言語、日付、ユーザーネームを入力していきます。設定が終わると、このようなホーム画面、4ゲームプレイモードが表示されます。接続情報やバッテリー情報、ユーザー名や稼働時間、現在の時刻が表示されます。真ん中のこのエボトップボタンを押すと、4エボトップセッティングモードに切り替わります。いろんな設定が可愛く表示されてますね。Apple Watch みたいです。一つずつチェックしてみましょう。まずこのアイコンはプロファイルの設定です。お好みにカスタマイズができ、プロファイルを3つ作成することができます。マッピングではボタンの割り当ての設定。この表示されたボタンを割り当てることができます。また割り当てなしにもできますね。キーボードキーの割り当てなどはないようです。マクロでは背面パドルにマクロの設定ができます。スティックではスティックのアウターデッドゾーンやデッドゾーン、反応曲線の設定ができます。バイブレーションでは振動の調整ですね。バイブレーションはスイッチには対応していないので、パソコンに接続した場合だけ設定できます。次はターボ Z の設定。こちらではターボ Z ボタンの使い方や連射速度の設定、連射モードの切り替えができます。オリジナルモードはこのターボ Z ボタンが連射ボタンになるモード。スタンダードモードは登録したボタンが連射ボタンになるモードです。こちらは LED の設定。LED のオン、オフやカラー、明るさ、エフェクトの設定ができます。こちらはテーマの設定。ディスプレイのカラーリングが変わりますね。こちらは UWB と Bluetooth の設定。Bluetooth オーディオや UWB ドングルとのペアリングなどの設定ですね。こちらはオーディオの設定です。こちらは画面の明るさの設定。
こちらは環境設定。言語や日時、ユーザー名を変更したり、バッテリーセーバーでは画面の明るさを制限したり、あとはスティックのキャリブレーション、コントローラーの初期化などができます。こちらではコントローラー情報を見ることができます。ディスプレイはタッチ操作対応。コントローラーだけでカスタマイズが可能でとても便利ですよね。ですが、設定の項目の選択がちょっと手間ですね。とても可愛いレイアウトなんですが、選択しにくい。普通に一覧で並んでいる方が選択しやすいし、タッチで選びやすいなぁと思います。ちなみに、一定時間コントローラーを操作しなかったり、電源をオフにしているときは、ディスプレイに時計が表示されます。充電ドックに乗せてデスクに飾ると、コントローラー型の時計みたいで可愛いです。次は、この特徴的な上部のダイヤルをチェックしてみましょう。左側はコネクションモードスイッチ。スイッチやパソコンに接続するときに切り替えるスイッチですね。パソコンだけ UWB ドングル接続ができます。こちらはパワーモードスイッチ。コントローラーのオン、オフとスポーツモードに切り替えるスイッチです。スポーツモードではターボ Z とマクロが無効になるそうです。エボトップのサイズは横幅約 16.5 センチ、縦幅約 11.3 センチ、厚さ約6センチです。重さは約 358g。背面パドルを4つ取り付けると約 376g です。350g 超え。かなりずっしりと重量感があります。プロコンと比べてみるとこんな感じです。エボトップはプロコンと比べると 100g 以上重たいですね。ずっしり重たさを感じます。エボトップの外観はこんな感じです。メインフレームは高い強度のアラミド繊維。グリップはフェイクレザー。高級感あふれる外観です。APXY ボタンはスイッチレイアウト。つるっとしていて平べったい形状です。サイズは約 9.8mm。プロコンよりも少し小さめのサイズです。押し心地はカチカチとしたクリック感のある押し心地。プロコンよりもクリック感が強いです。プロコンと同じくマウスのようなクリック感のマイクロスイッチの押し心地ではないですね。スティックはホールエフェクトスティック。高精度かつ滑らかな操作感と耐久性を兼ね備えたスティックです。押し込みボタンはプロコンと同じような押し心地です。直径は約 17.7mm。ゴム感が少なく、真ん中のへこんだ部分がつるっとしていて、少し滑りやすく感じます。高さと形状の違うスティックキャップが2種類付属されていて、簡単に交換可能です。それぞれのスティックの高さと直径はこんな感じです。十字ボタンはメタル素材。ひんやりした触り心地です。押し心地もいいですね。硬すぎず押しやすい押し心地です。十字ボタンにも交換できるキャップが付属されています。同じメタル素材の十字型のものですね。マグネット式で着脱できるので、交換がとっても簡単です。上部の外観はこんな感じです。コネクションモードスイッチとパワーモードスイッチが特徴的な形をしていますね。L、R ボタンはしっかりクリック感があり押しやすいです。プロコンよりも幅が広くて押しやすいですね。ZL、ZR はホールエフェクトのアナログトリガー。背面にボタンアジャスターが搭載されており、トリガーの深さを3段階に切り替え可能です。
これがデフォルトの一番深い押し心地のトリガー。これが真ん中の深さのトリガー。これが一番浅い押し心地のトリガーです。プロコンのようなボタンの押し心地にはできないですね。かなり傾斜のついた変わった形状をしていますが、指が引っかかりやすくて操作しやすいです。背面の外観はこんな感じです。この穴には背面パドルを取り付けることができます。パドルの裏に M1、M2 などの記載があるので、この表示通りに取り付けてみると、こんな感じです。M1、M2 は一般的な背面ボタンの位置にあるので押しやすいですね。M3、M4 は変わった位置にありますが、思ったより押しやすいです。カチカチとクリック感があり、押し心地もいいです。底面はこんな感じ。イヤホンジャックが搭載されています。グリップはこんな感じです。合皮素材のグリップで見た目のかっこよさがすごいですね。背面の半分はドット模様のザラザラの滑り止めになっています。合皮素材は手にピタッとフィットして滑りにくいです。プロコンと比べるとグリップがしっかり太めのサイズなので握り心地は大きく感じます。こうやってプロコンと比べるとエボトップの重さをより感じますね。充電ドックはこんな感じです。背面には USB Type-C ポートが搭載。底面は一面ゴム素材の滑り止めが搭載。かなりシンプルなデザインです。エボトップを乗せてみるとこんな感じです。接続部分のマグネットが強力なのでピタッとくっつきます。付属の UWB ドングルを収納、接続できる部分などは搭載されていません。充電のみの機能もシンプルなドックです。エボトップの対応機器は Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Windows です。接続方法は有線接続、Bluetooth 接続、UWB ドングルでの無線接続です。エボトップコントローラーは UWB に対応しています。UWB とは広い周波数帯域を使用する無線通信技術で、特に高速、低遅延なデータ通信が特徴です。2000mAh のバッテリーが搭載。8時間の充電で10時間の使用が可能です。充電時間がめちゃくちゃ長いです。実際充電していても、なかなかバッテリーのアイコンのメモリが増えず、本当に充電に時間がかかるんだなぁと思いました。ちなみにプロコンの充電時間は約6時間、使用可能時間は40時間です。充電時間はどちらも長めですが、使用可能時間が全く違いますね。スイッチに接続してゲームをプレイしてみました。ジャイロ感度はどうかなと楽しみにしていましたが、全く違和感なし、プロコンと同じ感覚でプレイすることができました。ジャイロ感度はこんな感じ。手の動きにしっかり反応しています。重たさや遅延は感じないです。ジャイロが重要なスプラトゥーンも問題なくプレイすることができます。ちなみにスティック感度はこんな感じ。デッドゾーンは0に設定しています。問題なさそうですね。ほんの少しの傾きにも反応しています。デッドゾーンは設定した通り0になっているようです。エボトップは重たさは感じますが、ジャイロ感度やスティック感度はバッチリで、操作感は全く問題ないですね。また、エボトップは Bluetooth オーディオに対応しているため、ヘッドホンやイヤホンを直接コントローラーに接続してゲームを楽しむことができます。PS5 のデュアルセンスと同じですね。ですが、スイッチでは振動は使用できず、
NFC は非搭載です。任天堂ライセンス商品で高価格のコントローラーなので、プロコンで使用できる機能は全て搭載してほしかったですね。また、任天堂スイッチ対応と大きく謳っているのであれば、L、R のトリガーを3段階の深さの切り替えではなく、2段階でアナログトリガーとマウスの押し心地のマイクロスイッチトリガーにしてほしかったです。一般的な1万円ほどの価格でこの性能のコントローラーであれば問題なくおすすめできるコントローラーと言えるのですが、エボトップは34,430円のコントローラーです。今はいろんなメーカーや中華コントローラーでもスイッチ対応で高性能で1万円ほどのコントローラーがたくさん発売されてますよね。そう考えるとエボトップはスイッチで使用するためにはおすすめかと言われると、私はちょっとおすすめはできないかなと感じました。ですが価格は気にせず、ジャイロ感度がプロコンと同じくバッチリで、背面ボタンが4つ、連射やマクロを簡単に設定したい、とにかくかっこいいコントローラーが欲しいという方にはおすすめできると思います。次はパソコンに接続してフォートナイトをプレイしてみました。 FPS や TPS ゲームではトリガーはプロコンのようなボタンの押し心地のトリガーが使いやすいのですが、エボトップは浅いトリガーにしか切り替えられないのでちょっと使いづらいのかなと思いましたが、特に気になりませんでした。かなり浅めの押し心地のトリガーにできるので、そんなに違和感は感じなかったんだと思います。パソコンに接続した時のスティック感度はこんな感じ。問題なさそうですね。ただ、デッドゾーンを0に設定すると数値がパラパラと動きますが、実際にゲームをプレイしている間にエイムが暴れるようなことはありませんでした。スティックの操作に対してエイムが素早くついてくるので快適にプレイできました。エボトップのスティックはボールエフェクトスティックだし、背面ボタンは4つ搭載。スイッチとパソコンへの接続の切り替えが簡単。アプリや PC ソフトウェアを用意しなくてもディスプレイで簡単に設定ができるので、便利で使い勝手がいいコントローラーです。次にボーリングレートを計測してみました。まずは有線接続。1000Hz 超えですね。有線接続のボーリングレートは 1000Hz ほどです。次は UWB ドングルでの無線接続。なんとこちらも 1000Hz 超えました。無線接続でもポーリングレートは 1000Hz 超え。これはとても優秀ですね。今回は随期から発売された任天堂ライセンス商品エボトップをレビューしました。私が思うエボトップのいいところは、タッチディスプレイでの設定、ジャイロ感度がバッチリ、パソコンで UWB ドングルで高速、低遅延のデータ送信が可能、Bluetooth オーディオ対応、背面パドルが4つ搭載、上部のモードスイッチとパワースイッチが切り替えやすい、有線、無線、どちらともポーリングレートは 1000Hz、キャリングケース付き。見た目が高級感があり、かっこいいところですね。少し残念な点は、トリガーがプロコンのようなボタン式にできない。スイッチでは振動機能が使用できない。スイッチで UWB 接続ができない。タッチディスプレイの設定のレイアウトがかっこいいけどわかりにくい。充電時間が長く使用可能時間が短い。とにかく重たい。とにかく高価格というところですかね。今回は少し早口レビューになってしまいました。高価格コントローラーなので期待しすぎていた部分があるかもしれないです。操作感や感度などは全く問題なく優秀なコントローラーです。ただし、34,430円という価格を考えると、
その性能や機能が価格に見合った価値があるかどうかについては、ちょっと疑問を感じてしまいました。今回の動画は以上です。この動画が参考になった方は、チャンネル登録と X のフォローもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。